今回はどんどん〇〇なう呪文について、注目のカードをまとめてみました。エピソード1にて登場したサイクルシリーズの呪文。一部のカードは非常に高騰したことでも有名になっています。今回はそんなどんどん〇〇なうについてまとめてみましたので、ぜひ最後までご覧ください。それでは、早速参りましょう。どんどん吸い込むなう。まず最初に紹介しますのはどんどん呪文の代名詞とも言えるカード。その名もどんどん吸い込むなうです。こちらは最初に登場した5枚のどんどん呪文の中でも、水文明を担当する、5枚の中で最強の1枚です。水文明のコスト4の呪文で、シールドトリガー、山札の上から5枚を見てその中から1枚を回収しつつ、それが非化自然のカードだった場合には、クリーチャーを1体選んで手札に戻すことができます。このカードの強力な点はいくつかありますが、まず一つは、このカードが幅広い範囲をサーチできること。このカードのサーチ範囲は山札の上から5枚。デュエルマスターズのデッキは40枚で、かつゲーム開始時に手札を5枚とシールドを5枚置きます。それゆえに実際のゲーム開始時の山札は30枚。そこからこのカードを使用する4ターン目まで進むと、基本的に山札は20から25枚になっていることが多いです。つまりこのカードはデッキの20から 25% を確認した上で、その中から任意のカードを回収できます。さらに、このカードの強いところはもう一つあり、このカードで非化自然のカードを回収すると、自他問わずクリーチャーを1体バウンスできるというもの。こちらに関しては、そもそも回収効果の時点で強いのに、おまけのように相手に対する抑止力も持っているのが異常です。加えて、このカードは自分のクリーチャーも戻せるので、登場時効果が強いカードを手札に戻して使い回すこともできます。何より、このカードはなぜかシールドトリガーを持っています。こんなにも派手な効果にもかかわらず、なぜかシールドトリガー。このカードの登場であらゆるトリガーが過去のものになりました。ちなみに後にこのカードの派生カードとして、どんどん不服なうというカードが実装されました。こちらはバウンスの条件が光か闇になっているので、使い分けて採用していきましょう。どんどん叩くなう。ここからどんどん吸い込むナウの動機を紹介していきますが、正直吸い込むナウが強すぎて他が霞んで見えるので、爆速で解説をしていきたいと思います。というわけでどんどん叩くナウ。火の3コストのシールドトリガーで、相手のブロッカーを1体破壊した後、自分の場に、光か水のクリーチャーがいれば1ドローできます。相手の邪魔なブロッカーをどかしつつドローできるのは強力です。どんどん掘るナウ。このシリーズで唯一どんどんがひらがななどんどん掘るなう。闇の3コストのシールドトリガーで、クリーチャーを1体墓地から回収し、それが光か自然なら1ドロー。大幅にリソースを稼ぐことができるカードとして、かつて墓地利用デッキで活躍を見せました。どんどん守るなう。吸い込むナウの方が守れてるで有名などんどん守るナウ。光のコスト2のシールドトリガーで、自分の場のクリーチャーを1体シールド化し、それが闇か火だったら1ドローできるカードです。シールドを増やしながらドローも行える強力さを持っています。シールドトリガー銃を使い回しましょう。どんどん撃つべしナウ。どのあたりが撃つべしなのかよくわからないどんどん撃つべしなう。自然の1マナのシールドトリガーで、自分のクリーチャーを1体タップし、相手の攻撃をそのクリーチャーに誘導させることができます。こうしてタップしたクリーチャーが水か闇ならば1ドローできます。このカードは主にタップすることに恩恵があるカードに使われます。代表例はコードネーム i フォーミュラ10などです。と、これで一通りのサイクルは解説できました。どんどんシャワーナウ。続いて紹介するのはどんどんシャワーナウです。水と自然のコスト5の呪文で、シールドトリガー持ち、自分のマナの上から2枚をマナゾーンに置いた上で、マナからクリーチャーを1体回収することができます。さらにこうして回収したコストより低いコストの、相手のクリーチャーを1体選んで手札に戻すことができます。このカードの強力な点は、マナ加速と手札補充を行いながら、相手のクリーチャーを比較的自由に手札に戻せることです。このカードはシールドトリガーを持っているため、相手の攻撃に対してこのカードを打つこともできます。そうすると、相手とのアドバンテージ差を大きく広げながら、返しのターンに潤沢なリソースで暴れ回ることができます。このことから、一部のデッキには積極的に採用され、特にビッグマナと呼ばれる、マナ加速系のデッキには、その汎用性の高さから複数枚採用されるケースが多かったです。また、このカードの偉い点はこのカードが水の5コストであること。相手の攻撃に対して手札からカウンターを行えるダイスベガスや、登場時にドローと呪文踏み倒しを同時に行えるチェンジザなど、各種カードに対応しているのが非常に優秀なのです。
さて、そんなどんどんシャワーナウでしたが、この後強力なライバルが登場し、環境から姿を消しました。どんどんボルカニックナウ。それがこのカード、どんどんボルカニックナウです。コスト5で、火と水と自然の3色を持ったシールドトリガー。山札の上から3枚を見て、1枚マナ、1枚手札、1枚墓地に、活装して墓地に置いたカードのコスト以下の相手のクリーチャーを、1体選んで破壊することができます。この効果に見覚えのある人は非常に多いと思います。そうです。これは現代デュエルマスターズを象徴するカード、ディザスターデドダムとほとんど同じ効果になっているのです。もちろん、デドダムを使ったことがある人は、カードがいかにリソースを稼ぎまくるかを知っていますし、それとほぼ同じ効果のこのカードの強さもわかるはずです。しかし、このカードはコスト5と重くて打ちはしにくいです。ではどうしてこのカードが強いとされているのか。それはこのカードが呪文で、かつシールドトリガーであるからです。まずこのカードが呪文であることの強さですが、これは昨今の環境にはびこっているカードの存在が影響しています。その通り、切り札カッター&カツキングです。こちらのカードは登場時にどんどん吸い込むナウをして、かつドラゴン持ちでありながらマッハファイターです。つまり、こちらがうかつにクリーチャーを出してしまうと、カツキングが飛んできてそのままマッハファイターで攻撃。そこから革命チェンジで、後続につなげるドギラゴンバスター剣や、強力なロック能力を持つミラダンテ12が登場します。これを避けるため、クリーチャーはむやみに出したくないですが、このカードは呪文なため、それを回避できます。また、このカードはシールドトリガーを持っています。昨今の環境には速攻デッキが多く、シールドトリガーというだけで優秀なカードへと早変わり。それに、このカードは相手への除去を行いつつ、手札とマナと墓地を同時に稼げるため、強力です。と、このようにこのカードはデドダムほど万能ではないにしても、デッキに入っているだけで安心感が湧くような効果になっています。今でも現役バリバリのカードの1枚ですので、早めに4枚揃えておくのが良いでしょう。どんどんトラップナウ。続いてはどんどんトラップナウ。こちらもひらがなのカードです。コスト4の自然の呪文で、シールドトリガー、山札の上から5枚を見てクリーチャーを1枚回収し、それがパワー6000以上だったら相手1体をマナ送りにします。一見達成するのが難しそうに見えるマナ送り効果ですが、よほど尖ったデッキでもなければ案外達成は難しくありません。というのも、大体のデッキにはパワー6000以上のカードがあり、デッキを5枚も見れば1枚は入っているだろうと考えられます。また、このカードを最大限活かす構築として、ツインパクトカードなどを多めに採用することで、パワー6000以上のカードを多めに採用することができます。この方法も試してみてはいかがでしょうか。どんどん選べナウ。最後に紹介するのは最新のどんどん呪文、どんどん選べナウ。こちらのカードは歴代の中でも特殊なカードになっていて、まず山札の上から5枚を表向きにして、相手はその5枚を2つの束に分けます。そして自分はその片方を手札、片方を墓地に置くことができます。この効果ですが、相手に選択させるという特殊なカードで、他にも束の概念について理解がないといけないカードでもあります。ルール上、この時の分け方としては0対5も許可されます。が、それでは相手に4マナ5ドローという破格のドローを許し、圧倒的なアドバンテージを与えてしまうことになります。この場合の分け方の例は、主に2パターンです。まず1つは、2対3に分ける方法です。こうすることで相手のアドバンテージを最小限に抑え、かつ手札の内容も把握することができます。ですが、状況次第ではもう一つの方法を採用する方が、総合的なアドバンテージ差で勝つことができます。それが、1対4の分け方です。この分け方は基本的には4マナ4ドローになりがちですが、とある状況では相手の選択肢を歪めることもできます。それが、5枚の中に電動カードが含まれていた場合です。先ほど紹介したような電動カードがこの中に含まれていたら、迷わずそのカードのみを残して1対4の束にしましょう。こうすることで相手は、電動カードを捨てるか手札4枚のアドを捨てるかの、究極の2択を迫られることになります。そして、相手が電動カードを手札に加えた場合、そのカードを使用する土壌が整っているということなので、警戒することもたやすいです。こうして相手の選択肢を狭めていき、自分は公開情報を使って情報戦を有利に進めていく、デュエルマスターズの勝ち方の一つです。今回は、どんどん〇〇ナウについて、小ネタを交えながら紹介してきました。どんどん〇〇ナウは吸い込むナウやボルカニックナウの印象が強く、他のカードについては大きな情報が少ないので、もしかしたら意外なコンボがどこかに隠れているかもしれません。
個人的に気になっているのはどんどん選べなうです。何か悪さをしそうな効果をしています。皆様のコメントお待ちしております。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価で、応援よろしくお願いいたします。